連続放火事件、行方不明男性が出頭。宮本小次郎被告46歳。それでは宮本小次郎被告の犯行の経緯をお話しします。小次郎はかつて真面目で礼儀正しく、犯罪とは無縁の性格の持ち主でした。おはようございます。おはよう宮本。就活の件なんだが、このままいけば大手企業も夢じゃないぞ。ありがとうございます。しかし就職氷河期で求人は激減。小次郎もその影響を受けました。いいか、どんなブラック企業でも正社員になればエリートだ。弱音を吐くな。男は家族を養え。違う、俺が夢見たのはこんなんじゃないのに。そんな過酷な状況でも小次郎は一流の大学を卒業し、どうにか契約社員になることができたのです。20代になり社員賛美となった時代。賛美とは言葉だけで、実際はサービス残業は当たり前。その結果、仕事をしては寝るという機械的な日々が続いたのです。自分の趣味に使う時間や家庭を持つなど言語道断、そんな余裕は一切なく、挙句の果ては長時間労働に比例しない安月給。そして小次郎の精神は日に日にそがれていきました。それでも成果を残し続けた結果、30代になりようやく正社員に。しかし幸せもつかの間、努力の末に待っていたのはバブル全盛期を謳歌した上司の自慢話や、俺が若い頃は金を使っても使い切れなくてな。てめえ何トイレに行ってんだよ。働いてる最中は我慢しろよ。ストレス発散のための暴力や暴言に耐え続ける日々だった。当時は現在と違ってパワハラの概念は一切なく、耐えられない方が悪いと一方的に責められる時代でした。小次郎に追い打ちをかけるように、今度はリーマンショックが起こりました。君はまだ若いからいくらでも次が見つかるだろう。働き盛りである30代の会社員は、次が探しやすいだろうからという理由で首を切られる第一候補となり、小次郎もその被害を受けたのです。40代になり景気は良好に。がしかし就職活動をしても若い人が採用されるため、小次郎は八方塞がりに。両親も介護が必要な年齢。けれど安月給でギリギリの生活を送っていたことやリーマンショックの影響もあり、貯金などあるわけがないのです。必死に生きてきたはずなのに、気がつけば空っぽ。俺の人生何だったんだ。すげえな。なんだよこれ。俺の時代とは全然違うな。昔は暴力で物を言う社会でしたが、時代は変わったんです。そうか。今の社会には守ってくれる人がいるんだな。氷河期でも成功している人はいる。苦しいのは甘え。今の子たちは知らないだろうが、バブルの時代は本当にすごくてね。すごいですね。この役立たずがゴミ以下なんだよ。お前らに俺の気持ちが分かってたまるかよ。以上が被告の。お前らなんかに何がわかるんだよ。被告、何ですか？失うものも守るものもないから、その気になればいつだってお前らを道連れにできる。豊かに暮らしているやつに妬みや嫉妬があるのは事実だ。自分がこうなったのが努力不足だとか時代のせいとお前らは言う。だが理由や責任なんかどうでもいいことだ。安全圏から好き放題言える人間が増えるほど、ふとしたきっかけで追い詰められて爆発するやつもどんどん増えていくだろう。ぬくぬく過ごしているお前ら、覚悟しておけよ。